どうも皆さん、カイトです。近未来を舞台にした水中アクション、機械忘れられた深海都市をご存知でしょうか。こちらは2021年11月19日に Steam でリリースされ、2023年3月7日に Nintendo Switch でもリリースされたゲームになります。早速スイッチ版で全てのエンド回収と探索率 98% までクリアしたんですけど、値段に合わない探索領域を味わえるメトロイドバニアでしたね。Steam で先行リリースされているのもあり、メトロイドバニアとしての完成度は非常に高く、水中操作のみという特殊な環境下、日本語訳の完璧さも加えてめっちゃ面白かったです。今回は機械忘れられた深海都市というおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、水中で繰り広げられるメトロイドバニアアクションです。弾幕という弾幕ではありませんが、後発のザ・ナイトウィッチと似ている部分が多少感じ取られ、前者は空中を飛び回る形に対してこちらは水中というイメージを持つのが良いかなと。ちなみに英名だとプランティ・フィッシャーアドベンチャーです。難易度は神兵、軍曹、ガーディアン、プロテウスってあるんですけど、高難易度の部類になるのでノーマルを選択。海外インディーあるあるなんですけど、日本でいうイージーがノーマルの難易度あたりなんで、ノーマルはハードだと思ってください。主人公のプランティを操作して相棒のブランドと一緒に水中任務を実施していきます。攻撃スタイルが特殊で、プランティ自身で攻撃するのではなく、ブラントを相手にぶち当ててヒットしていきます。円形リング内であれば近場の敵に自動エイムが発動しますが、右スティックで標準を定めて打ち込むこともできます。 ZR の連打で連続ヒットを与えることで削り駆逐、さらに ZR 長押しのため攻撃でのパワーアタックと、そのままの状態で弾幕からのバリアの役割も担います。ブランドで永遠に攻撃しているとリミットゲージが暴走してクラッシュするんで、適度にプランティに戻して休ませます。回避としては道中で得得できるダッシュのみになり、マジで一番重要なアクション。ちなみに X ボタンで戦薬という薬で回復可能。装備品としてはメモリーボードというパッシブが装備できます。コストを考えながらカラスロットに入れるのが若干のソウルライクっぽさも味わうこともできて良きなんですよね。これが体力ゲージで、これがスタミナゲージ、これが得得しているお金で、これが戦略個数、これが敵の体力ゲージですね。基本は水中を優雅に回遊しながら敵をバッサバッサと切り刻み、ダッシュを巧みに使いながら高難易度のボスに挑みまくり撃破という流れ。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、今から約400年後の科学技術が進んだ近未来が舞台。人類は海中で生活できる方法を発見し、現代アトランティスを作り上げました。ある日、海底都市であるロイラは変異したモンスターたちに襲われ危機に陥ります。深海ガーディアンプランティは目覚め、パートナーであるブラントと共に変異モンスターを駆逐していきます。突如と現れた変異モンスターの侵入事件、またプランティ誕生の秘密を探し真実を見つけ出すお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、サブノーティガチックな水中遊泳。400年後の近未来で描かれる貝だらけの水中遊泳が堪能できますが、手書きグラフィックのカートゥーン調の 2D が非常に美麗です。スイッチ版のオリコス女性型プランティも可愛いんですけど、水中のアトランティスに広がる都市もいい感じの崩壊具合で、ロイラ郊外、綺麗なロイラタワーやベイリン海底発電所は繰り込み半端ないです。他もいっぱいあったんですけど名前忘れましたが、めっちゃテンション上がります。モンスターも全て機械の魚が相手なんですけど、フォルムも含めてかなり魚に寄せてあるのも面白い。特にそれぞれのボスはキメラのような掛け合わさったものが多くて、カチカチマニアのゴールデンカチカチが強さも光り輝きも一切を放っていて、色々眩しかったですね。進めば進むほどたくさんのエリアを楽しめるのも魅力の一つ。2、高難易度のボスバトル。変異モンスターを全て駆逐して真実を見つけ出すというのが目的なんで、当然にボスモンスターと対峙する場面がいくつもあります。これがめっちゃスリリングやねん。序盤のチュートリアルボスであるドンカチカチで色々と操作を叩き込まれるんですけど、なんかうまくいかねえってなります。なんでかというと、プランティとブラントのダブル操作感が慣れないまま戦場に放り込まれるからです。終盤あたりまではボスはそこそこの強さなんですけど、骸骨もどき、安
ノンロードあたりからふるいをかけられるぐらいの弾幕と瞬間移動攻撃でめっためったにされます。怒涛にダメージを与えたと思ったら、いきなりの流れのロード攻撃に追随するかのような瞬間移動攻撃乱舞、さらにはタコ足マジックでてんやわんやなります。こういうの最高やんけ。なんとか倒した瞬間のテンションのぶち上がりはぜひ体験してほしい。他にも弾幕に慣れてなかった手強いメドゥーソマグナから波状電気攻撃のエレキヒュドラなど画面いっぱいのバトルも楽しめます。全体的にもフォルムはすごく素敵なんで、機械モンスター存分に堪能してください。3、びっくりするぐらいの探索要素。丁寧に作り込まれてるんで探索要素がめっちゃあります。マップが広大なのは言うことないんですけど、調べてない場所は色が変化していないのが探索しやすかったっすね。永続バフをかけれる青と赤の液体から収集要素の記録ディスク、見つけた時に興奮するメモリーボードなど色々あり、ボスを倒すことでブラントの能力値アップバフもゲットできます。こういった収集要素で強化していくのもかなりスキルは道中のスキャニングで習得できるんで、探索の幅も一気に広がりますね。必ず主要エリアには拠点アウトポストがあるんで、見つけたらファストトラベルは絶対に開放しておきましょう。マップ画面では右上に探索率が出ているので参考までに。4、アイテムがゲットできるミニゲームが燃える。探索途中で見つかるのが数々のミニゲーム、腕試しができるトレーニングモードから変な牛をひたすら逃げる逃げ合戦、ビビるほどダッシュを使いまくるスピード勝負など今までのテクニックをかなり要求されます。なんていうかやってやんよって気持ちになれる。クリアした時の報酬はべらぼうにいいんで、見つけた時はその場でぜひクリアしてほしい。5、クリア時間は10時間。難易度軍曹でのクリア時間は10時間ほどでした。全てのエンド回収と 98% 探索では15時間ほどでしたね。15時間超えたあたりから1時間ほど探索しても 1% も埋まらなかったので御の字かなと。スキル、メモリーボード拡張はフルコンプできましたが、記録の39番だけが一生見つからなかったので誰か教えて。値段とボリューム合わせてすごく楽しめた作品でしたね。最後にワンポイントアドバイスになるんですけど、一番重要なのは攻撃と言いたいところですが、ダッシュ回避とスタミナです。モンスター時点の攻撃パターンが弾幕とダッシュ攻撃がほぼなので、いかに火試しながら駆逐していかないと話になりません。ダッシュ回避をするとスタミナを消費するんで、ここを補填するメモリーボードをつけるか、永続バフでスタミナ重視に振った方がクリアしやすくなるかなと。あとはブラントの遠投での攻撃が主軸にはなるんですけど、相手にダッシュして触れるとマーキングがつけることができ、そのマーキングした相手に攻撃を加えるとかなりのダメージ量を与えれます。雑魚戦、ボス戦のどちらも有効に削れるので、狙える時はガンガンマーキングしましょう。通常攻撃でも削れることは削れますが、マーキングした方が絶対に早い。戦略の幅はそれぞれですが参考にしてみてください。以上になります。水中の中を綺麗に駆け巡るメトロイドバニア、機械、忘れられた深海都市、可愛らしいプランティを操作しながらスリリングなボスとの高難易度、考えに考え抜いたメモリーボードの付け替えから超簡単なパズル要素。よければ皆さんも機械、忘れられた深海都市の世界観に潜ってみませんか。きっと軽い気持ちでボスラッシュバトルに挑んだ瞬間にびっくりするぐらい強いんだけどってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。通行誌でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。